今日は変態寿司の菅久大将。デザートみたい。最初にお出しするんですけど、デザートと思って最後まで置いてある方もおられるんですよ。おお、美味しい。このおつゆも美味しい。わあ。天然の本マグロの赤身、あとケンサキイカ、富山の白エビ、あと北海道のサンマ、明石のタイの昆布締めです。あと、徳島の葉物でございます。すごいですね、これ椎茸です。椎茸ときゅうりの巻物でございます。ガリをね、つまんでいただいて、お醤油をガリつけて、それでお寿司にちょんちょんとして、で、まあ、ガリを食べてもいいですし、1枚か2枚ぐらいで、はい、そんなの気分。ハケとしてそうですね、はい。ガリをまあ使われた方が、ちょっと垂れないですし。美味しい。ふわふわですね、マグロも。サンマの手まり寿司も珍しいです。そうですね、季節的なものを結構入れてますので。でかいな、ハモ。ふわふわの食べ応え。舞妓さんが食べるのに大きな口を開けると化粧がまあ崩れたりするんで、ちっちゃいお口で食べれるようにということで作られたのが手まり寿司と言われてます。これは棒寿司用の味ですか？そうです。このお店発祥のバッテラは、これは何年前ぐらいの話？130年前。130年前。はい。バッテラの一番最初に使われたネタがこのはい、そうです。はい。布巾締めで姿寿司にしてたんです。それが一つ一つやっぱり布巾締めするのに手間と時間がかかってしまうので、こういう押し型を初代が考案して、でまあこれをお出ししていたところ、お客様がこれを見て、まあその小舟みたいやなっていうバッテラやなっていうふうにおっしゃられたんで。バッテラっていうのはポルトガル語。はい、ポルトガル語で小舟という。こちらがアジの棒寿司でございます。綺麗。本日は和歌山県片の水揚げのアジでございます。本当に美味しい。締まってますよね、味も。そうですね。ブリブリで。はい、そうですね。これアジは完全に生です。生。もう塩も当てずにじゃあ待ってくださいよ。最高です。こんな美味しいですよね。美味しい。これアジの棒寿司は最近なんですか？3代目、ちょうどメガネかけたこちら棒頭の方が3代目なんですけども、その方が戦後間もない時代にあまり流通が良くない時に、和歌山の漁師さんの知り合いがおられまして、ここでお店をしてた時に、毎日漁師さんが中央市場の方とかにまあ卸すんですけども、市場に卸すんやったらうちに直接持ってきて、全部買うてあげるからっていうことで、ずっと新しい、まあ、新鮮な取れたものを、持ってきていただいてて、まあ、その当時は大体焼いて食べたり火を通して食べることが多かったんですけども、新鮮なものは生で食べたら美味しいんですよっていうことを皆さんに知っていただくために、このアジの棒寿司っていうのを考案したんです。こちらコノシロのバッテラでございます。見たことないフォルムが。コノシロはやっぱり小枝と一緒なんで味が結構薄くてあっさりした感じのバッテラですね。だから本当にサバとはもう全然違う感じの味なんで。さっぱりいいですね。そうですね。あっさり。意外と骨本当に当たらないと思います。全く気にならないです。コノシロっていうお魚を食べられない理由としましては、一つは昔お侍さんがおられて、その土地の地主さんのところに娘さんを嫁にくれと言われて、ですけど娘さんは許嫁の方がおられたか好きな方がおられたか何かで武士の方に嫁ぐわけにいかないというか嫌やって、それでコノシロを、火とか枯葉とかで一緒に焼くんですよ。でコノシロを焼くと人間を焼いたみたいな匂いがするって言われてるんです。でそれを焼いてる時に嫁さんに娘は実は病気で死んだんですって、で今埋葬して焼いてますっていうことで、その場のそういう匂いを嗅がして、あ本当に死にはったんやなっていうんで、もうその諦めたっていう。だからコノシロってその焼いた時に人間の焼いた匂いするって言われるのが一つの説。あともう一つは
この城ってこの城だから自分の城を食べるとかいう意味があって、それで語呂合わせじゃないですけど、そういうふうなんで食べない。棒寿司とバッテラっていうのは、明確な違いがあるんですか？この棒寿司の型で作られますと、すべて何々の棒寿司っていうふうに呼ばれておりまして、鯖の棒寿司のことに関しては、職人さんがいろいろ工夫されたり、お店屋さんが工夫されてますが、起源とかルーツっていうのがないんです。で、バッテラは当然初代が考案させていただいたというちゃんと歴史とかそういうのもありますので、そのルーツがまず違う。棒寿司もバッテラもそうですけど、押してるというか、しっかりあるのかなと思ったら、こう、なんてちょっと崩れそうなぐらいの。それは、私の押しかけです。私は気持ちさすために、シャリの中の空気をギュンギュン押して抜いて酸化を抑えてたんです。ですけど今はあんまりその流通とかもそうですし、食材も次の日に入らないということもないですし、食べた時にやっぱり美味しいなと思う押し加減にしようと思って私はギュンギュンを椎茸ときゅうりだけですね。そうですね。椎茸すごい甘くてじゅわーっとこう。鯖のバッテラでございます。金華幅です。やっぱまた変わりますね。ふくよかさというか、油が、この種類のふっくらっていうか、厚みを感じるので、肉々しい感じがしますね。そうですね。サバが結構強烈ですね。薄の感じと油の感じと、やっぱり食べ応えが一番あるっていうか。この塩はすごい衝撃だからね。江戸前でも使わないですっていうネタをね、こう、こっちでこういう風に使えたっていうのが発祥っていうのはすごい新鮮な。バッテラって知られたことですよね。その当時、折り詰めにされることが多かったので、角がきっちり入らないので、隙間が空いてしまってお寿司が乾きやすくなります。それで乾きを防止するために上に白いた本を取ってですね。豊臣秀吉の時代にずっと北海道から日本海ずっと通して大阪にやっぱり着くんで、大阪が先いいものを取るんですよ。真昆布が一番昆布の中で最高級の上品で味が美味しいって言われる真昆布を大阪が全部取るから、京都の方には利尻しか回らない。だから今現在日本料理で京都は昆布を使うのは利尻昆布をだしに使える。だけど大阪は真昆布を使えるというふうに言われてます。関西いかがでしたか？文化の違いとかね、関西と関東とこんなにね、違うんだっていうのもあるし。確かに。関西のシャリって甘めじゃないですか。なんで甘い？もたすためにお砂糖を入れると返しにくいんです。だから卵焼きのお砂糖を入れるのもそういう理にかなってるっていうそういうことです。この白とサバは全く一緒ですか？その塩振って。はい、工程は一緒です。ただ時間が違うだけですね。サバの方が長い。もう全然そうですね。バッテラとか棒寿司とかいろんなお寿司の種類があるんだなっていうのを太巻きも含めて。そうですね。面白いですね、やっぱり。そうですね。結構面白いお寿司っていうか関西にはいっぱいあるんですけど、なかなかこの継承者がやっぱりねいないから、ありがとう話ですね。1個前の3代目の方がアジの棒寿司。そうです。はい。それ何年前ぐらい？40年前ぐらいかな。それから62年に多分亡くなられると思うんですけど、それから私が平成代になって、まだお店を立ち上げたんで、30年間店を閉めてたんですよ。せっかくこういうバッテラっていう歴史とか味棒っていうものがあって、皆さんにとっても美味しいものを食べていただくのに、もう一度持ち上げて、やりだしたんですけど。